Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回はガガーリンが宇宙に飛び立ったけど、今回は1969年7月20日、人類史上最も壮大な冒険の物語だ。壮大な冒険？ニール・アームストロングが月面に第一歩を踏み出し、これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍であるといった瞬間だ。あ、有名な言葉ね。でも月に行くなんて、どうやって実現したの？ガガーリンの成功に衝撃を受けたアメリカが、国家の威信をかけた8年間の大プロジェクトアポロ計画を実行したんだ。8年間、壮大な計画だったのね。40万人が関わり、当時のアメリカ国家予算の 4% を投入した、史上最大級のプロジェクトだった。その全貌を今日は見ていこう。1961年4月12日、ガガーリンの宇宙飛行成功がアメリカに衝撃を与えた。アメリカの人たちはどんな気持ちだったのかしら？宇宙開発競争で完全に遅れを取ったという危機感が国中に広がった。新聞はアメリカの敗北、技術的劣勢と報じた。それは悔しかったでしょうね。その頃、アメリカには若い大統領がいた。ジョン・ F ・ケネディ、43歳だった。43歳？若い大統領だったのね。ケネディはガガーリンの成功を受けて、副大統領のリンドン・ジョンソンに緊急指示を出した。ソ連に勝てる宇宙計画を検討せよ。無茶ぶりじゃない。1961年5月25日、ケネディは議会で歴史的な演説を行った。私は、1960年代が終わる前に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させるという目標を達成することを、この国が約束すべきだと信じています。え？ 1960年代が終わる前に？あと8年しかないじゃない。そうだ。当時のアメリカは、宇宙飛行士を宇宙に送ったことすらなかった。月面着陸まで8年で到達するなんて、無謀とも思える目標だった。いくらなんでも無謀すぎない？本当にできると思ってたの？ケネディ自身も内心は不安だったようだ。でもソ連に追いつくには、大胆な目標が必要と判断した。大胆すぎる目標ね。この宣言で、すでに設立されていた NASA の予算は5年間で10倍に増額された。全米に新しい宇宙センターが建設され、数十万人が雇用された。すごい規模ね。でも、そんなにお金をかけて大丈夫だったの？
当時の国家予算の 4%、現在の価値で数十兆円規模が投入された。人類を月に送るという目標のために、国家が総力を結集したんだ。この計画の技術責任者になったのが、以前紹介したベルナー・フォン・ブラウンだった。あ、V2 ロケットを作った人ね。フォン・ブラウンにとって、これは念願の宇宙旅行を実現する機会だった。彼は巨大なサターン5ロケットの設計に取り掛かった。サターン 5？ どのくらい大きいの？全高111メートル、重量3000トン。36階建てビルほどの高さで、推力は3400トンだった。3400トン？前に出てきた R7 の400トンより8倍以上。化け物みたいね。月面着陸を実現するため、アメリカは段階的にアプローチした。まずマーキュリー計画で単独宇宙飛行、次にジェミニ計画で2人乗り宇宙飛行を実施した。いきなり月に行くってことはさすがにないか。1962年、ジョン・グレンがアメリカ初の地球周回飛行を成功させた。ガガーリンから1年遅れだったが、アメリカ国民は大喜びだった。1年遅れでも成功させたのはすごいね。有人宇宙飛行の実験を進めると同時に、どうやって月に行くかという根本的な方法論が検討された。候補としては3つの案があったんだ。3つ？どんな方法？1つ目、直接着陸方式。巨大なロケットで月まで直行し、同じ宇宙船で帰ってくる方法。シンプルでわかりやすいわね。でも必要なロケットがあまりにも巨大すぎた。サターン V の10倍以上の推力が必要で、現実的ではなかった。10倍？それは無理ね。2つ目、地球軌道ランデブー方式。地球軌道上でロケットを組み立てて月に向かう方法。宇宙でロケットを組み立てるの？なんか危険そう。サターン V の半分ほどのサイズのロケットを使って宇宙船のモジュールを複数回に分けて打ち上げ、軌道上で組み立てるといった方式。一度に何度も打ち上げないといけないし、ドッキングに失敗するとまた一からやり直さないといけないのであまり現実的ではないかな。3つ目、月軌道ランデブー方式 LOR。月軌道上で着陸船と指令船を分離し、着陸船だけが月面に降りる方法。月の軌道で分かれるのね。これもまた難しそうね。月軌道上で分離とドッキングを行わないといけないので、かなり難易度が高い方法ではあるが、最も効率的で実現可能な方法として、LOR 方式が選ばれた。この決定が、アポロ計画成功の鍵となった。しかし、アポロ計画は順調ではなかった。1967年1月27日、大きな悲劇が起こった。悲劇？何があったの？アポロ1号の地上テスト中に火災が発生し、3人の宇宙飛行士が犠牲になった。ガス・グリソム、エド・ホワイト、ロジャー・チャフィーだ。 3人も。どうして火災が起きたの？指令船内は純粋な酸素で満たされていた。少しの火花でも爆発的に燃え広がる環境だったんだ。電気系統のショートが原因とされている。宇宙だけじゃなく地上の試験でも事故は起こるのね。この事故で、アポロ計画は20ヶ月間停止された。NASA は安全性を根本から見直した。20ヶ月？ただでさえ時間がないのに長い中断ね。指令船の設計を全面的に変更し、緊急脱出システムを改善し、酸素と窒素の混合気体を使用するようになった。同じような犠牲者を出さないようにしないとね。1968年12月、アポロ8号が人類初の月周回飛行を実施した。フランク・ボーマン、ジム・ラベル、ウィリアム・アンダースの3人だ。月の周りを飛んだのね。どんな感じだったの？ウィリアム・アンダースが写真を撮影しており、地球の出として有名な写真になった。月から地球を見るとこんな感じなのね。この写真は世界中に感動を与えた。宇宙から見た地球の美しさと脆さを、人類が初めて実感した瞬間だった。1969年3月のアポロ9号では、月着陸船の地球軌道テストを実施。5月のアポロ10号では、月着陸船で月面まで15キロまで接近する予行演習を行った。予行演習？実際に着陸しなかったの？着陸用の燃料を減らして、意図的に着陸できないようにしていた。もし宇宙飛行士が着陸したいと言い出しても、
物理的に不可能な状態にしてあったんだ。なんでわざわざそんなことしたの？まだ確認しないといけないことが残っていたし、歴史的な偉業は、最も準備の整った条件で実現したかったんだろう。1969年7月16日午前9時32分、アポロ11号が打ち上げられた。搭乗者は、ニール・アームストロング船長、バズ・オルドリン月着陸船パイロット、マイケル・コリンズ司令船パイロットの3人だ。ついに、でも司令船は軌道上に残るから月着陸は2人だけ？まあ、そうなってしまうな。コリンズは月軌道上で司令船コロンビアを操縦し、アームストロングとオルドリンの帰還を待つ役割だった。一人だけ月に降りられないのはちょっとかわいそうね。コリンズ自身は誰かが月軌道で待機しなければ、二人は帰れない。重要な役割だと語っていた。チームワークの象徴だな。4日間の月への旅路で、3人は冷静に任務を遂行した。特にアームストロングは、常に冷静で的確な判断を下ろすリーダーだった。アームストロングってどんな人だったの？元テストパイロットで、極めて冷静で謙虚な人物だった。英雄になりたいわけではない。仕事を完璧にやり遂げたいだけだと語っていた。とても実直そうな人ね。7月20日、月軌道上で着陸船イーグルが司令船から分離された。アームストロングとオルドリンは、いよいよ月面降下を開始した。ドキドキするわね。何事もなく進めばいいけど。着陸直前、大きな問題が発生した。予定着陸地点が岩だらけで危険だったんだ。アームストロングは手動操縦で安全な場所を探した。手動操縦？危険じゃない？燃料は残り25秒分しかなかった。失敗すれば月面に墜落する状況で、アームストロングは冷静に着陸地点を見つけた。25秒？ギリギリすぎるわ。1969年7月20日午後8時17分、日本時間21日午前9時17分、イーグルは月面に着陸した。アームストロングの第一声はヒューストン、ここは静かの海基地。イーグルは着陸しただった。やったー、成功ね。6時間30分の準備の後、アームストロングが月面に第一歩を踏み出した。その瞬間の言葉が、あの有名な小さな一歩、偉大な飛躍だ。6時間30分も準備してたの？すぐに外に出なかったのね。安全確認、装備点検、手順の再確認など、慎重に準備した。人類初の月面歩行で失敗は許されなかったからな。そりゃそうよね。実際に月面に立った時はどんな気持ちだったのかしら？アームストロングは後に月面は美しく荒涼としていた。地球とは全く違う世界だったと語っている。重力は地球の6分の1で、飛び跳ねるような歩き方になった。6分の1。軽くてふわふわした感じなのね。二人は21時間36分月面に滞在し、月の岩石 21.5 キロを採取した。アメリカ国旗を立て、平和のためのプラークを設置した。プラーク？なんて書いてあったの？ここに、惑星地球から来た人類が初めて足を踏み入れた。1969年7月、D。我々は全人類の平和のために来た。素敵なメッセージね。とにかくアメリカっぽい。7月21日、イーグルの上昇弾が月面から離陸し、月軌道上でコリンズの待つ司令船とドッキングした。よかった、コリンズさんと再会できたのね。コリンズは後にあの時ほど嬉しかった瞬間はない。仲間が無事に帰ってきたと語っている。7月24日、司令船は太平洋に着水した。3人の宇宙飛行士は、史上最も有名な英雄として地球に帰還した。無事帰ってこれてよかった。世界の人たちはどんな反応だったの？月面歩行の様子は世界中に生中継され、約6億人が同時にテレビで見守った。人類史上最も多くの人が共有した瞬間だった。6億人？とんでもない視聴者数ね。冷戦中にもかかわらず、ソ連でも人類の偉業として報道された。政治的な対立を超えた、純粋な感動が世界を包んだ。大きな目標を掲げ国を動かしたケネディ大統領は、残念ながら1963年11月22日に暗殺されてしまったが、それから6年後に実現された。アメリカは国家の威信をかけた約束を果たしたんだ。暗殺？冷戦期は激動の時代だったからな。
今までは宇宙開発はソ連がリードしていたが、これからはアメリカの時代に入っていく。今回はこんなところかな。最後の最後で急に物騒な事件が出てきたわね。まあ、無事月面着陸はできたから。各国の宇宙開発の歴史について詳しくやるときに説明することになるかな。次回は何をやるの？宇宙ステーションの時代だ。月面着陸後、人類は宇宙での長期滞在に挑戦するようになった。その歴史を追ってみよう。また壮大な話になりそうね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。